小、羊肉とサウィークを食べた後に、再度沐浴を行わないこと。アブドゥッター・ビン・アッバス伝承。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは、肩の部分から調理した羊肉の一切れを食べ、再度沐浴を行わずに祈りを捧げた。サヒーフ・アルブハーリー207。ジャーファル・ビン・アムル・ビン・ウマイヤ伝承。父はこう言った。私はアッターの死と、彼に平安と祝福あれが、調理した、肩の部分から羊肉の一切れを取っているのを見た。そして礼拝に呼ばれた。彼はナイフを置き、再度沐浴を行わずに祈りを捧げた。サヒーフ・アルブハーリー208。ハディースの説明。アッターの知恵の一つは、許されるものから禁じられるものへ、あるいはその逆へと、いくつかの規定を廃止されたことです。この知恵の一つは、人々の宗教的な事柄を容易にし、直火で調理した食物を食べた後に身を清めるという行為を容易にすることです。このハディースの中で、アムル・イブン・ウマイやアッターの慈悲がありますようには、預言者、彼に平安と祝福あれが羊の肩肉を切り取って食べていたことを伝えています。礼拝に呼ばれると、彼は肉とナイフを手に残し、礼拝のために立ち上がりました。彼は身を清めることなく礼拝しました。これは、預言者、彼に平安と祝福あれが火に触れた後に身を清めるよう命じていたためです。サヒーフ・ムスリムには、アブ・フライラ、彼にアッターの祝福あれの伝承としてこう記されています。私はアッターの死と、彼に平安と祝福あれがこういうのを聞いた。火に触れた後は身を清めよ。この規定はその後廃止され、もはや身を清める行為を無効とするものではなくなりました。また、火に触れた後の身を清めるとは、口と手を洗うことであるとも言われています。ハディースにはこう記されています。羊肉を食べた後は、身を清める必要はない。信者の母マイムナー、彼女にアッターの祝福あれの伝承によると、預言者、彼に平安と祝福あれは彼女の前で献肉を食べ、その行進を清めることなく祈りを捧げました。つまり、彼は身を清める行為を無効とみなさなかったということです。これは、火に触れた者による身支度に関するハディースは、ラクダの肉を除いて、義務ではなく推奨されていることを示しています。ラクダの肉を食べると身支度が無効になりますが、これに関する特定の神聖なハディースがあり、ムスリム、360がジャービル・イブン・サムラーの権威に基づいて伝えた内容では、ある男がアッターの死と、アッターから祝福と平安あれに尋ねた、羊の肉を食べた後に身支度をすべきでしょうか。彼は言いました。もしあなたが望むなら身支度をしなさい。もしあなたが望むなら身支度をしなくともよい。彼は言いました。ラクダの肉を食べた後に身支度をすべきでしょうか。彼は言いました。はい。ではラクダの肉を食べた後に身支度をしてください。このハディースの恩恵には、ラクダの肉を除いて肉は身支度、ウドゥを無効にしない。ラクダの肉はそれを無効にする。というものがあります。